この動画ではドット絵のタイルを並べる機能、タイルマップの使用方法を解説します。動画の構成は基本的な使い方と機能の紹介、タイルマップの面白機能の紹介、外部ツールの紹介、後半はタイルマップの注意点についてになります。現在最新バージョンは UE5.3 がリリースされていますが、この動画シリーズは UE5.1 で進めてきたので、この動画までは UE5.1 を使って解説していきたいと思います。準備。まず横スクロールのテンプレートを概要欄のリンクからダウンロードして、中身の U プロジェクトをダブルクリックで開きます。起動できたら一旦データの状態を確認するためにプレイのボタンを押して A と D で左右移動、スペースでジャンプをします。動くのが確認できたらエスケープでテストプレイを終了します。ビューポートの基本設定として左上のアイコンからリアルタイムのチェックを外し、カメラ方向を右に、描画設定をライティングなしにします。グリッドスナップの値を50にします。この基本状態から作業をしたいと思います。このベーステンプレートは残したままタイルマップ用のレベルを用意したいと思います。2D アクションフォルダの中のマップズフォルダの中の L テンプレートを右クリックから複製、名前にアンダーバータイルマップを追加します。新しく作ったレベルをダブルクリックで開き、右上のアウトライナーの T ホワイト16を4つ選び、デリートキーで削除します。プレイヤースタートとポストプロセスボリュームだけになった状態にしておきます。次に再起動した際などに今のレベルを開くように設定します。左上編集からプロジェクト設定を選び、マップ&モードを選択。エディタのスタートアップマップとゲームのデフォルトマップを新しく作ったレベルに差し替えます。エディタのスタートアップマップの方がエディタを立ち上げた際に最初に開くレベルの設定で、作業中のレベルを指定しておくと起動時の手間が少し省けます。ゲームのデフォルトマップの方は完成時のゲームの開始レベルの設定なので、本来はタイトル画面などを指定しておく部分ですが、現時点では作業中のレベルを指定します。ゲームの規模が大きくなってレベルの読み込みに時間がかかるような状態になってきた場合は、エディタのスタートアップマップには軽いレベルを指定しておいた方が起動できないなどの問題に遭遇しにくくなるので、起動が遅くなってきた際にはスタートアップ用のレベルを用意し指定するようにしてください。デフォルトマップの指定が済んだらタイルマップ用のテクスチャをダウンロードします。説明用の画像が3枚あるので、アセッツフォルダの中に右クリックから新規フォルダ、名前をタイルマップズにします。この中にテクスチャをインポートします。テクスチャーズフォルダの中に入れたい気もするのですが、今回は全部この中で説明した方が分かりやすいので、タイルマップズの方にインポートします。テクスチャ設定の細かい話はテンプレート作成編で何度もしたので、ここでは3枚のテクスチャを右クリックからニューペーパー 2D セッティングスを適用します。このワンクリックツールの作り方は右上の動画リンクから確認できます。最初の基本の説明用は T タイルサンプル A です。このテクスチャをタイルマップとして扱っていきたいと思います。タイルセット。 T タイルサンプル A を右クリックからスプライトアクション、タイルセットを作成、名前を TS サンプル A にします。ダブルクリックで開いてタイルをクリックしてみると選択範囲のサイズが合っていないように見えます。32ピクセルのブロックがデフォルトの設定になっているので、タイルサイズを16に変更します。これで16ピクセルのブロックが選択できるようになります。次にコリジョンの設定をしていきます。ブロックを1つ選び、ボックスを追加をクリックすると右上のビューでタイルが白く囲われます。左上のタイルの衝突をクリックするとコリジョンが設定されているブロックが水色で表示されます。この表示を確認しながらコリジョンをつけたいブロックにコリジョンをつけます。コリジョンの設定が済んだら保存をして閉じます。このタイルセットをもとにタイルを並べる機能、タイルマップを作っていきます。タイルマップ。設定を済ませたタイルセットを右クリックからタイルマップを作成、名前を TM サンプル A01 にします。ダブルクリックで開き、左上のタイルグリッドをオンにします。
タイルグリッドをオンにするとブロックの数が分かりやすくなるので、ここはオンにしておいた方が良いと思います。確認しておきたい点として、右のセットアップの欄のピクセルパーアンリアルユニットが 0.16 ナノを確認します。ここが 0.16 じゃない場合、左上、編集、プロジェクト設定から、ペーパー 2D キンポートのデフォルトのアンリアル単位あたりのピクセルの値を確認します。1ブロック16ピクセルの場合は 0.16、1ブロック32ピクセルの場合は 0.32 にします。ここを設定していないと、素材を読み込むたびにサイズ調整をしなければいけなくなるので、設定しておきます。確認が済んだらタイルマップに戻り、マップウィズとマップハイトを16にします。ここの数値は自分が必要だと思うブロック数にします。あんまり何百というブロック数にすると作業がしにくいので、目安としては50以下にしておいた方が作業しやすいと思います。横長のステージの場合、1枚で作ってもいいのですが、このタイルマップという機能は左上を起点にブロック数が増減するため、微調整をしようと後でブロック数を増やしたり減らしたりすると地面側の変化が大きいので大惨事になる可能性があります。ドミノ倒しのストッパーのようにある程度の幅で区切っておいた方が良いと思います。ブロック数を設定したら右上のレイヤーを2つ増やします。レイヤー1を右クリックから名前を変更、01スカイにします。レイヤー2も名前を変更、名前変更のショートカットは F2 です。02クラウドにします。レイヤー3も名前変更、レイヤー名部分を左クリックでも名前が変えられます。03グラウンドにします。こんなにレイヤーを分けなくてもいいのですが、レイヤーの説明用に3つのレイヤーを用意します。01スカイを選択した状態で、左のバケツマークのフィルをクリックし、タイルの右下の水色のタイルを選択、作業エリアのタイルをクリックし塗りつぶします。このバケツマークは塗りつぶしツールです。次に02クラウドのレイヤーを選択し、左の筆のマークのペイントを選択、雲のタイルを囲うように選択し、スタンプのように2箇所雲を置いてみます。次に雲の左端の2つを選択し、スタンプ、雲の真ん中の2つを選択し、スタンプ3つ、雲の右端の2つを選択し、スタンプ、ちょっと長めの雲を用意します。塗り間違えた時はピンクの消しゴムアイコンをクリックして消したいブロックを消します。ショートカットはペイントが B、消しゴムは E、塗りつぶしは G の切り替えショートカットキーが割り当てられています。もう一つ隠れているコマンドでペイントを選択した状態でシフトキーを押すとマップ上のタイルが複数選択でき、同じものを複製したいという時にスタンプとして使うことができます。次に03グラウンドのレイヤーを選択、筆アイコンのペイントであることを確認して、地面の左2つを選択してスタンプ、地面の右2つを選択してスタンプ、地面の真ん中2つを選択してスタンプ。そんな感じで木とか草も用意しておきます。ここで説明しておきたいのは、レイヤーの一番下が表示上の一番奥で、レイヤーの一番上が表示上の一番手前になります。順番は緑色の矢印で変更が可能です。レイヤーの機能として、レイヤーごとにコリジョンのオンオフが設定でき、レイヤーコライズのチェックを外すと、タイルセットでコリジョンを設定したブロックでも、チェックを外したレイヤーは衝突判定がない状態になります。レイヤーの順序の確認ができたら、保存してレベル表示に切り替えて、作ったタイルマップをドラッグします。プレイヤースタートより下に地面があるのを確認し、トランスフォームの1の Y の値が0なのを確認します。ゲームのプレイボタンを押し、A と D で左右移動、スペースキーでジャンプをします。ドット絵ゲームっぽくなってきました。確認ができたらエスケープでゲームプレイを終了します。現状、地面とキャラクターが同一平面上にあるので、場合によってはキャラクターの前に草木が表示される可能性もあるため、タイルマップの Y の位置を-1などにしておくと確実にキャラクターが前に表示されます。アーティファクト。プレイした人の中で水色の背景にノイズが走った人がいると思います。これはドット絵キャラクターの注意点にもあったピクセルの隣の色が乗る場合がある要素で、これを解消する機能がタイルセットには用意されています。タイルセットを右クリックからタイルシートテクスチャを調整をクリックすると、タイルの境目の色で拡張して塗りつぶしたテクスチャが用意され、さらにその新しいテクスチャに適応したタイルセットに変換されます。試しにプレイをしてみると、
ノイズは発生しないと思います。この機能はデフォルトではタイルごとに2ピクセル分余分に塗りつぶす機能で、この機能を微調整する設定が左上、編集からエディタの環境設定、コンテンツエディタのタイルセットエディタの中、タイルシートの調整の欄がタイルシートテクスチャー調整の機能の設定欄になります。押し出し量はデフォルトでは2になっていますが、基本的に押し出し量は1でいいので、おすすめは1に変更です。ここの設定を1に変えると、タイルの周りに1ピクセルの塗りつぶしをするという設定になります。他はこのままでいいと思います。この機能を使うという前提で、テクスチャを2の乗数より一回り小さく用意しておくのが個人的におすすめです。気をつけたいのが、変換して新しく作られたテクスチャは MIP 設定がリセットされるので、新しくできたテクスチャを開いて、MIP 全般設定を MIP マップなしにします。ドット絵がなぜかぼやけるという場合は、ここの設定を確認してみてください。ワンクリックツールを用意してあれば、テクスチャを開かずに、右クリックからニューペーパー 2D セッティングスを適用し直せばいいです。このタイルシートテクスチャを調整を行うタイミングはいつでもいいのですが、タイルを並べるときは間隔が空いていない方が並べやすいので、ある程度並べ終わった後、忘れずに行うというのが良いと思います。テストプレイ時にちらつきが気になる場合は早めに変更するのも良いと思います。感覚。タイルマップの構造の中で知っておいた方が良い要素として、セパレートパーレイヤーの値がデフォルトは4で、ビューポートで確認してみるとちょっと分かりにくいですが、レイヤーの距離が4センチ取られることになっています。試しに100と入れて確認してみると、レイヤーの距離が100センチ間隔になっているのが確認できます。基本的にはデフォルトの4のままでいいですが、カメラの設定を平行投影以外にする場合など、距離感に工夫が必要になった時、このセパレートパーレイヤーを調整してみると良いと思います。厚み。タイルマップの構造の中でもう一つ確認しておきたい点として、コリジョンティックネスの値がデフォルトは50で、ビューポートの表示からコリジョンを選択するとコリジョンが青く表示されます。デフォルトでは50センチの厚みのコリジョンが用意されているのが確認できます。ここを500にして確認すると500センチの厚みのコリジョンになります。あまり変える必要はないと思いますが、奥行き表現などで複雑なことをする際には知っておいた方が良いと思います。サムネイル。タイルを並べた後、タイルマップが複数あると徐々にどのタイルマップなのかが分かりにくくなるので、タイルマップを作ってレベルに配置した際にビューポートの真ん中になるようにして、素材のタイルマップを右クリックからアセットアクションの中のサムネイルをキャプチャを選択すると、何の素材かが分かりやすくなります。ギミック。今回壊せそうなブロックも賑やかしで入っていますが、壊れたりアイテムが出るような機能は基本的にはタイルマップではなくブループリントのアクターで作るものです。タイルマップ上に表示するものは動かないものだけだと思っておいてください。壊れたりアイテムを出す方法を知りたい場合は参考用のサンプルデータを置いてあるので、右上のリンクから確認してみてください。おすすめ。タイルマップの作業工程としては、まずタイル1つから始めるのをおすすめします。ゲーム開発の初期段階では1つのタイルで仮組みステージを用意し、ジャンプの間隔などゲームとして遊べる状態にした上で、デザイン用のタイルを差し替えていくのをおすすめします。最初からデザインを考慮しながらステージを組むと頻繁に修正を行う際とても面倒なので、3D ゲームのグレーボクシングと同様に仮組みから始めることをおすすめします。タイルセットは複数使えるので、まず仮組み用のタイルセットでゲームを作り、ほぼ遊べる完成形の状態でデザイン用のタイルセットで塗り替えていくのが良いと思います。コリジョン。タイルセットの設定で四角いブロックコリジョンはワンクリックでできますが、坂が作りたい場合や真四角ではないコリジョンを作る方法も解説します。 T タイルサンプル C を右クリックからスプライトアクションタイルセットを作成、名前を TS サンプル C にします。
この練習用のタイルを使ってコリジョンの学習をしていきます。ダブルクリックで開いてタイルサイズを16にしてサイズを合わせます。タイルを選択するとコリジョンの設定ボタンが右上にいくつか表示されますが、コリジョンの設定にはボックスを追加だけ使うと思っておいていいです。使わない方の2つを紹介すると、円形を追加は深淵のコリジョンが作られます。ドット絵のゲームでこのコリジョンを使うのは結構稀だと思います。指定したコリジョンを消したい場合はマウスをドラッグして選択してからデリートキーでコリジョンが消えます。円形の隣のポリゴンを追加、自由にコリジョン形状を作ることができます。細かいコリジョンを用意する場面は限られるため、ほとんど使わないと思っていいと思います。エンターキーで完了。いらないコリジョンはデリートキーで消します。ここからが本題のボックスを追加に戻ってアイコンを押すとブロックサイズのコリジョンが作られます。ここまでは今まで通りですが、コリジョンの頂点を選択してデリートキーで頂点を減らせます。頂点を移動させる際はグリッドスナップの値を1にすることでドットのグリッドに沿った頂点移動ができます。ポリゴンを追加より便利なのは最初からグリッドに沿っていてくれるので、頂点移動の際にグリッドに沿わせる手間が減ります。頂点の追加はシフトを押しながらクリックすると頂点が増えます。逆に頂点を減らすときはデリートの他にオルトを押しながらクリックすることでも頂点が減ります。グリッドに沿っていない頂点をグリッドに沿わせたい場合は頂点を選択した状態でピクセルグリッドにスナップを押すとグリッドに沿います。少し気をつけたいのが、このエディタのグリッドスナップとレベルなどの他のエディタのグリッドスナップの値は共通なので、変更したのを忘れてレベル上で作業をすると変なスナップ状態になっている場合があるのでお気をつけください。その辺の情報を踏まえて斜めやハーフボックスなどにコリジョンを追加してみます。このトゲ的な三角に関してはコリジョンをつけないでおきます。回せ練習用のタイルにコリジョンがつけられたらタイルの並べ方をもう少し詳しくやってみたいと思います。 TS サンプル C を右クリックからタイルマップを作成。名前を TM サンプル C01 にしてダブルクリックで開きます。タイルグリッドをオンにしてマップウィズ、マップハイトを16にします。機能の説明用に仮組みをする想定で組んでみたいと思います。まず四角いブロック形状は置けば良いだけなので足場として並べます。並べたブロックの段差をジャンプで登るゲームの場合このままでいいですが、斜めに歩きたい場合三角形のタイルを使ってみます。左上に反転、回転のボタンがあるのでこちらで角度を調整します。ショートカットは X が左右反転、Y が上下反転、Z が時計回り回転、シフト Z が反時計回り回転になっています。X と Z を連打すれば全ての角度に対応できるので、ショートカットは X と Z だけ覚えておけばいいと思います。坂試しにテストプレイをすると45度の坂はデフォルトでは登れないと思います。45度の角度を登るためにはキャラクターブループリントの設定を確認します。ブループリンツフォルダの中の DP プレイヤー 2D を開きます。キャラクタームーブメントを選択し、右の詳細欄のウォーカブルフロアアングルの値が歩くことができる角度の指定です。ここを45以上にすれば45度の坂が登れるようになります。今回は50にしておきます。コンパイル、保存してプレイをすると坂を登れると思います。登れない場合、タイルマップの Y の値を確認して50やマイナス50などになっている場合は崖っぷちの状態として特殊な判定になっている場合があるので Y の位置を確認してみてください。段差次にハーフサイズのボックスを置いてまたプレイをしてみます。若干高めなので登れなくても不自然ではないですが、登れるようにしてみたいと思います。またキャラクターブループリントを開き、キャラクタームーブメントを選択。右の詳細欄のマックスステップハイトの値が歩ける段差の高さの指定です。1ブロック100の世界なのでハーフブロックは50を登るために若干余裕を持って55センチにし、コンパイル、保存。試しにプレイをします。カメラがガタつくのが気になりますが段差を登れるようになりました。こういう細かい調整がキャラクタームーブメントの中にたくさん詰まっているので確認しておくと良いと思います。カメラがガタつかないようにするためには
参考用のサンプルプロジェクトの中身を確認するか、カメラを固定する方法のチュートリアルを確認してみると良いと思います。トゲ。次にトゲ的な要素を並べてみます。こういった触れると死ぬ的な要素として扱う場合、タイルマップのコリジョンを使うよりオーバーラップコリジョンを持ったアクターを使った方が扱いやすいので、個人的なおすすめとしては、見た目上はタイルマップで作っておいて、オーバーラップ用のコリジョンを仕込んだブループリントを後乗せで置くのがいいと思います。面白。次にタイルマップの面白機能を見ていきたいと思います。活用事例があまりないので初心者にはおすすめしませんが、クォータービュー形式に並べる機能もあります。現状の表示がアイソメトリックダイヤモンドで、アイソメトリックスタッカードとヘキサゴナルスタッカードという表示もありますが、少し触った程度では下の2つの機能の違いは分かりませんでした。この辺の機能を使うとクォータービューやヘキサゴンタイルなども並べられるので面白いのですが、扱いの難易度が高めなので一応機能として知っておいても良いかもという程度の話になります。タイルアンリアルエンジンのタイルマップはタイルドという外部ツールで作ったタイルを読み込むことができます。一人でゲームを作る場合、基本的にはアンリアルエンジン上だけで作業すれば良いのですが、昔からあるこのタイルドが使い慣れているという人は活用するのも良いと思います。タイルドは PC のスペックが低くても作業ができるので、作業分担や外出時に非力な PC で作業する際にも使えます。活用時に若干気をつける点があるので、インポート方法と注意点だけ触れておこうと思います。タイルドでタイルを並べてアンリアルエンジンに持っていく場合、編集から環境設定のエクスポート設定内の埋め込みタイルセットにチェックを入れる必要があります。今は英語で表示していますが、日本語環境でインストールすると自動で日本語エディタになるので、日本語での表示はこうなります。環境設定の確認ができたら、ファイルからエクスポートを選び、ファイルの種類を JSON マップファイルズにセットし、デフォルトだと TMJ の方の拡張子になっていると思うので、TMJ を手動で JSON に書き換えます。この状態で保存をしたものをアンリアルエンジンに読み込むとタイルマップが読み込まれます。注意点としては、タイルドでコリジョンをつけてもアンリアルエンジン上では読まれないようなので、タイルドではタイルを並べるだけと割り切って、コリジョンの設定はアンリアルエンジン側でつけてください。注意。ヒドゥン。タイルマップの注意事項の一つ目は、レイヤー機能のヒドゥンインゲームは機能しません。ヒドゥンインエディターの方をチェックすると、テストプレイ時には消えますが、パッケージ化時には表示されるので、特定のレイヤーだけ非表示はできない点をご注意ください。ここの機能は直らないバグとなっているため、今後の修正には期待できないですが、直してやろうかという方は GitHub のソースコード開発に参戦していただけると非常に助かります。スワップ。タイルセットのビューを交換はうまく機能していないようなので、触らない方が良いです。触ったらタイルセットを閉じて開き直すと表示が戻ると思います。コンポーネント。アクターブループリントなどの中にペーパータイルマップコンポーネントを追加することができますが、これは大きなバグを抱えているので、ブループリント内にタイルマップコンポーネントを追加するのはやめた方が良いです。不具合例としては、エディタの再起動時にタイルマップが非表示になるなど正常に機能していません。ブループリントにタイルマップを追加するのは危険です。アクタタイルマップにブループリントの処理を加えたい場合、追加コンポーネントではなく、ブループリントクラスでタイルマップと検索をし、ペーパータイルマップアクターを用意。このブループリントに処理を組めば、コンポーネントを追加の時に起こったようなバグに遭遇せずに済みます。同様の機能ですが、タイルマップをレベル上に置いた状態で、左上のブループリントアイコンから選択をブループリントクラスに変換と選ぶと、ペーパータイルマップアクターとしてタイルマップが指定された状態で作られます。動け。タイルマップを動かしたいと思う場合、ペーパータイルマップアクターの内部処理で動かすことは可能ですが、タイルマップはレイヤー構造を持っていたり、複数のコリジョンを持っている場合が多いので、動かすと結構な処理負荷がかかります。そのため、タイルマップを動かすのはあまりおすすめしません。動く足場などを作る場合は、
タイルマップを動かすのではなく、スプライトを並べる機能のペーパーグループドスプライトを使って動かすことをお勧めします。慣れていないと並べにくいので使い方の説明がしにくいですが、比較的並べやすい方法としては、レベル上にスプライトを並べて右クリックからスプライトをマージするとペーパーグループスプライトアクターができるので、この要素の中のインスタンス図を右クリックでコピーしたものをアクターブループリントの中に追加したペーパーグループドスプライトの要素のインスタンス図にペーストすることで、この機能の並べにくさに対処しやすいかなと思います。単純に横に並べるだけであれば、コンストラクションスクリプト内で処理を組むことでブロックの数の調整が可能な動く足場を作ることもできます。コリジョンを持ったタイルを動かしたい場合は、タイルマップを動かすのではなく、ペーパーグループドスプライトを使って動かした方が処理負荷的に良い結果になると思います。なお、試した中ではコリジョンを持たない場合はタイルマップを動かしてもさほど負荷は高くないようでした。放置。あと知っておくべきなのは、このタイルマップという機能は2015年頃の更新以降長期間放置されている機能で、2023年現在エクスペリメンタルステージという表記のまま、まあバグが存在するので、うまく回避して使う必要があります。この辺りの状態を見かねて作られたのが Pixel2D というプラグインで、あまり手頃な価格ではないのですが、タイルマップのバグ潰しや機能拡張であったり 2D キャラクター用アニメーションブループリントも独自で実装しているので、アンリアルエンジンの 2D 機能全般に不満を感じた際は確認してみるのも良いかもしれません。標準のタイルマップに関しては複雑なことをすると気になる点が出てきますが、単純な足場として使う分にはエンジンデフォルトのタイルマップを使ってゲームのリリースまで可能なのは確認してあるので、まずは固定の背景素材として使ってみると良いと思います。次回。ということでタイルマップの解説はこれくらいになります。一旦このチュートリアルシリーズでやろうと思っていたことはやったので、ここまでの動画の中で補足訂正した方が良い点を次回の動画でやって、その次にこの 2D テンプレートを PaperZD に差し替える手順をやろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。期間が空かないように頑張れます。